について本気出して考えてみたら。はい、皆さんこんにちは、しまるです。今日は性欲に関する理想と現実についてお話ししていきたいと思います。ものすごく真剣に語っていくので、ただオナニーがしたいという方はこの動画は今すぐ閉じていただいて AV をご覧ください。理想の生活シリーズについてはこちらの食生活の動画でその背景をお話ししているので、まだ見ていない方はそちらもご覧ください。このシリーズは夢を詳細に描くことによって理想を現実化することを生りにしているコーチや経営者の方に役立つと思っています。一緒にコンフォートゾーンを広げつつ理想を詳細に描いていきましょう。今回はマズローの欲求段階の一番下、生理的欲求の中の性欲についてです。 SDGs でいうと5番、ジェンダー平等を実現しようの目標に関するお話です。今回は LGBTQ の皆さんのことも考えると少しややこしくなってしまうので、単純に男性女性で分けてお話しさせていただきます。それではまず性欲が満たされづらい状況と私の過去の体験をお話ししていけたらと思います。性欲が満たされづらい状況というのはどんな場合が考えられるでしょうか。基本的には次の4パターンかなと思います。1、パートナーがいない。2、パートナーと相性が悪い。男性が ED もしくは女性が不干渉。3、パートナーとのセックスに飽きた。4、パートナーとセックスレスである。精神的なつながりがなくなった、あるいは時間がないというパターンです。どれも自分がそうなった場合、皆さん悩むことなんじゃないかなと思います。性に関することってオープンに話しづらいという雰囲気もあり、他の悩みよりもさらに深刻になりやすいのではないでしょうか。これは私の今までのなんとなくの統計なのですが、どちらかというと男性の方が性欲を満たしたいという欲求が強いので、性欲が満たされづらい時のストレスって大きいのかなと思います。だから一人でするのは普通ですし、風俗に行ったりちょっとヤバい人になるとセクハラしたり痴漢をしたり、挙句の果てには強姦したりなんてことになる気がします。女性で知女したりっていうのかすらわからないですが、強姦したりなんてことほとんど聞いたことないですよね。女性は性欲ももちろんありますし、一人でする人もそこそこいると思いますが、どちらかというと女性としての尊厳みたいなところを注視する気がします。男性に求められなくなったことによる自信の喪失みたいな。私はというと、まずものすごい恥ずかしいことにセックスのことを高校生まで知らなかったんですよ。キスまでしか知らなかったんです。衝撃ですね。高校の保健か何かの授業で付き合っている異性の家に呼ばれたら行くかということを議論しなさいというのがあったんですけど、私はセックスを知らなかったわけなので、別に家に呼ばれたら行くよね的な感じで普通に発言していて、今思い返すと無知すぎて死ぬほど恥ずかしくて顔から火が出ます。どうかその場にいたみんな忘れていてくれたまえよ。アーメン。この無知の状態で性犯罪に巻き込まれたり、そこまでいかなくても彼氏ができてそういうことにならなくてよかったなとつくづく思います。この経験があるので、自分の子供には小学校高学年か中学生くらいのタイミングでちゃんと性教育をしたいなと思ったりしています。そして私はこんな感じの無知な人間で、かつ人と話すのが苦手な陰キャだったので、彼氏がずっとできませんでした。でもさすがに大学生にもなると好きな人と付き合いたいという欲求はありましたし、周りのほとんどの女子に彼氏ができ始めたんですね。でも自分にはできる気配がない。好きな人はいたので意を決して告白したりもしましたが玉砕しました。ついでに大学3年で就活するも内定は出ず、大学院に行くことでとりあえずごまかすという状況に陥り、ただでさえ陰気な自分が嫌いだったので、私は社会にも異性にも必要とされない、価値のない人間なんだと地球の核まで到達する勢いで精神が地の底まで落ちました。それによって何をしだしたか分かりますか？察しの言い方は分かるかと思いますが、自分の安売りですね。特売セールです。友達の彼氏とセフレになったり、物欲がやばくてお金が欲しいから遠行でもしてみるかと出会い系で人と会ってみたり、
その辺でナンパしてきた茨城の地元の兄ちゃんと付き合って一瞬で別れてみたり、挙句の果てには既婚者と付き合ってみたり。やばいですね。すげえ特売セール。ここまで聞いてドン引きされた方も多いかもしれませんね。そういう方は動画を閉じていただけたらと思います。でもね、なぜここまで私は自分を安売りしてしまったのかを伝えたかったんです。有名じゃないので炎上はしないと思いますが、低評価がほとんどになることを覚悟で私が言いたかったのは、自尊心を失ってしまうと性欲や物欲など別の欲求を埋めることでどうにか自分を保とうとしてしまうことがあるということです。でも別の欲求で自尊心を埋めようとしたところで埋まるはずもないんですよね。余計に虚しくなるだけです。周りからの評価も落ちます。悪循環でしかない。自尊心はマズローの欲求段階で言うと段階が違うので、自尊心の本当の埋め方などについては別の動画でお話ししていきたいと思っています。ちょっと話がずれてしまいましたが、このように私の性欲事情は日本の平均で考えると底辺かもしれませんね。さて、それでは次に理想の性欲事情を考えていけたらと思います。皆さんの理想ってどんなものでしょうか？私は大好きな人といつまでもラブラブで思いやりを持って接する。お互いに飽きが来ないように努力する。刺激・好奇心は違うところで埋める。それでも無理な時は関わる全員が OK であれば刺激・好奇心を求めるのは OK。 ただし精神的なつながりのために話し合うこと、向き合うことを大切にする。子供ができた後であれば子供への親としての責任は必ず果たすというのが理想かなと思っています。おそらく4番目にとなった方は多いのではないかなと思います。またお前さっきも言ってたけどフリー容認派かよ、マジ死ねみたいな風に思う方もいるかもしれませんね。でも私はフリー容認派とは少し違います。あくまで努力してパートナーと向き合い続けることを大前提にしています。どんなに好きで真摯に向き合っていても飽きることってあるじゃないですか。推し尊いとどれだけ思っていても、それが50年以上永続的にずっと同じレベルで一時たりとも推し変せずに続く人っていますか？ほとんどいないんじゃないかなと思います。それを変に隠すからお互いに傷ついて離婚だの慰謝料がどうのなどという話になるんだと思うんです。それなら最初から素直に話す。で、話し合いして不倫する前に離婚するのか、それとも一時の風俗とかを良しとするのかみたいな感じで自分たちがお互いに納得する関係性になればいいと思うんですよね。言われた側はショックかもしれないですが、違う刺激を求めたくなるのは普通で、決して自分の魅力がなくなったとか価値がなくなったとかそういうんじゃないんです。もちろん努力せず魅力が実際になくなっていたら話は別ですが、努力しているのであれば相手が少しの間目移りしようが自分の価値が落ちたわけじゃないんですけど、浮気イコール自分の価値がなくなったと勘違いして激怒する人が本当に多いんだろうなと思います。あと、そういう刺激を求めたくなっちゃったという素直な自分をさらけ出せない相手なら、パートナーとしての関係性が最初から破綻しているんだと思います。と熱く語って長くなってしまいましたが、社会全体の性に対するイメージがもっとポジティブになって真面目にオープンに普段から話せるような社会になったらいいなとも思います。男子学生などは特に好奇心から話をする人はいますが、仕事や勉強、子育てと同じテンションで真面目に話す人はまずほとんどいないのではないでしょうか。性に関することは隠すべきものとか下品という考えがなくなり、家族や友人などと性のことを真面目に話す機会が増えたら、一人で悩む人も減るだろうなと思います。それと全裸監督が話題にもなり、少しずつ風向きは変わってきているんだと思いますが、風俗や AV、ラブグッズメーカーなど性関係の仕事への偏見やネガティブなイメージももっと変わったらいいなとも思います。性関係の仕事も他の仕事と同じで、人の欲求を満たすために必要で重要な仕事だと私は思います。そしてもう一つ、社会全体に広まってほしいなと思うのは、相手を必要とする性欲の満たし方を選ぶ場合、必ず相手のことを最優先で考えるという倫理観です。付き合いたての恋人同士ならそれができる人も多いかもしれませんが、そうでない場合、自分のことを優先してしまう人が多いように感じるからです。
そういえば皆さん知ってましたか？セックスで子供ができるんですよ。いや当たり前と突っ込みましたね今。でもよーく考えてみてください。その当たり前のセックスを私たちはまだまだ下品だとか隠すべきだとかそういうイメージで見ていたりするんですよ。いやあんたも両親のセックスで生まれたんだかなと言いたいですよ。人工授精や体外受精で生まれた方はすいません。むしろ私は大学で生物学を専攻していた差がかもしれませんが、マジ神秘って思うんですよね。体の他の部分はどんどん衰えていくのに、セックスをして生まれた赤ん坊はピッチピチなんですよ。いきなり30歳ぐらいの細胞で生まれてくる赤ちゃんっていませんよね。生命が毎回新しい状態で受け継がれるための大事な欲求であり、行為なんだと思ったら下品だなんて思いませんよね。さて、いつもお話ししている通り、これらの理想を実現するためには、私自身の問題だけでなく、世の中の固定概念の払拭が追いついていないという問題もありますよね。さらに、世の中は複雑なので、謎に満ちているいろんな問題があります。毎回恒例、皆さんは今からお見せする問題の真相をいくつご存知でしょうか？不妊症の根本原因と解決策、現在の性病と性教育や予防実践者の実態、LGBTQ の認知と制度・医療の充実レベル、LGBTQ と環境ホルモンの相関関係、LGBTQ と健康・子育ての問題、途上国の人口増加と性教育の関係、ポリアモリーや多夫多妻制の可能性、性犯罪の根本原因と解決策。何個の真相を知っていましたか？正直私も真相を知らないものが多いです。これらの問題を解決して初めて全ての理想が叶うと思うので、今回の性欲の問題についても他のメディアや YouTuber が取り上げていないものを中心に深掘りして皆さんにお伝えしていけたらと思っています。さていかがでしたでしょうか？誰もが満足できる性生活を送れるのが理想という結論で締めたいと思います。普段あまり話題にならない話で感情的にもなりやすい話題なのでちょっと刺激的だったかもしれませんが、何かしら新たな発見や固定概念に対する気づきが得られていたら嬉しいです。最後に恒例になってきたステータスウィンドウをチェックして終わります。いつもお話ししている通り SDGs レベルは話題にしたらレベル1アップ、実践したらさらにレベル1アップ、そして一つの行動を継続的に実践し続けていたらさらにレベル1アップ、一つの行動の継続的な実践をやめたらレベル1下がるというルールで更新していきます。今日は5番ジェンダーについて話題にしたので5番がレベル1アップです。やったー。はい、ということで今日は性欲についてお話ししてきました。ここまで動画を見てくださってありがとうございます。この動画が良かった方は高評価をよろしくお願いします。またこのチャンネルでは人にも地球にも優しい社会を作るための考え方やサービスを紹介しています。そういったことに興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。